恋人と付き合うとき、あなたが一番大事にしているのはどちら？僕たち運命だね。相性の言い方、ぜひご応募ください。こんにちは、こんばんは。小原の部屋へようこそ。今回はサムネにある通り流行っておりますね。MBTI 診断と同じく流行っているラブタイプ診断をやっていこうと思います。この業界でも流行ってる。なんかタイトルは言わないけど、作品のオーディションとかでもなんか受けるキャラクター何人かいるじゃない。で女性キャラクター A、なんか詳細書いてあるの、性格こんな感じでとかで MBTI は何々って書かれてんの。と思って。でも私そんなに詳しいわけじゃないから、そのアルファベット見てああなるほどねとかっていうのは分かんないんだけど、あと、なんか同業の女の子同士で MBTI の話したりとかしたけど、やっぱ盛り上がるのはラブタイプ診断の方が盛り上がるから「小原さん何なんですか?」って言って「おにゃららです」って言ったら「付き合ってください」って言われた女の子にね「嫌です」って言ったんだからでもなんか人によっては変わるんだよね。なんかタイミングとか時期によって。で改めて、でもここらじとかでも言ったことあるんだけど、何だったかって。最近さらに細分化された。細分化されたの？でもそれで判断されるの嫌だね。だって男性と会ってさ、なんかいい感じになってさ「MBTI って何?」とかさ「ラブタイムスって何?」って言われて「何とかだよ」って「あ、そうか」って言われるの嫌じゃない？あんのかな？これみんなやってるの？できればみんなやっといてでも知ってるんだったらいいんだ。でちょっと私はやっていこうと思います。てっ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 てよいしょ。やっほー。これ何個あんの質問？20個か。恋人と付き合うとき、あなたが一番大事にしているのはどちら？一緒に過ごす今の時間の楽しさやフィーリング、この人とどんな未来を築けるかという安心感や将来性。これさ、年齢で変わってくるんじゃないか。まあでもこうであるべきだけど、こっちを考えてしまう気がする。これ時と場合によるよね。両方なんだけどっていうと中間のラインになるのか。出たFAPE-N-D の魅惑系の最後の恋人。穏やかなのにふと色気が漂って長く深く愛される関係を作れる魅力あふれるタイプだって。本当か？なんか結婚するのに向いてるタイプとかっていうのは聞いたことがあるから、付き合ってくださいって言われて断った。女の子ね、女の子だよ本当に。確かに最後の恋人は人気なイメージです。そうなんだ。まあ一途ですからねうるせえやって誰も聞いてねえよって。最高の相性はツンデレヤンキーだって。ツンデレヤンキー？この他なんかいるんですかね。自立と堅実と溺愛があります。他のシリーズの最後の恋人の方が良さそうに聞こえるけどね。他やった方います？じゃあ順番にちょっと発表していただいていいですか？ぜひ。私本当に前やった時と変わってないんですけど、魅惑系の中堅8校です。中堅8校って何なの？中堅8校はずっと待ってるよみたいな。そうですね、待つのが得意、なんか一応ここだと魅惑の中堅は純粋で恋に全力な情熱家、甘えたい、優しく包まれたい、甘えたいんだ。恋にのめり込む献身タイプ。いいですね。それに相性はキャプテンライオンの魅惑といいみたいです。20個答えて完了ってとこを押したら出てくるよ。下の方にスライドしていません？それです。それ堅実系恋愛モンスター。恋愛モンスター声優さんでも分かった気がする。誰だろうね。恋愛モンスター何？誠実さ×現実感×柔らかい甘さ、安心とときめきを与えるタイプ。お、めっちゃいいじゃん。安心とときめきだって。自分の世界や時間も大切。確かに信頼できる人しか心を開かない。自由と信頼のバランスがある。じゃあ見せかけの信頼みたいなのしてくれるのかな。ですかね。
はあ、で愛称はパーフェクトカメレオンの堅実。パーフェクトカメレオン。どこにおる山それはパーフェクトカメレオンとしていそう。本当のパーフェクトカメレオン。どうしよう、パーフェクトカメレオンだったらどうしよう。ライトは敏腕マネージャー溺愛系。どんな人なんですか？マジでさ、偉い人って顔を出さないじゃん、この番組では。本当に、まあ、笑うんだよ、ちゃんと表情あんだけど、感情あるんだけど、基本はずっとって感じの人なの。普段はしっかり者で堅実。お全部先回りして守る優しい人。腕組んで聞いてる。幸せにしたい自分が支えたい。うん全力を恋人のために出せる。ごめんなさい。相性はツンデレヤンキーの溺愛ですね。なんか少女漫画みたい。あなたは私結構コロコロ変わるんですけど、なぜ？一番多く出るのは、でもこれもあんまちょっと評判良くないんですけど、あんま言いたくないんですけど、ボス猫の魅惑が出ました。古賀と一緒じゃん。あ、本当ですか？前ね、本当に唐突に LINE がポンってきて、ごめんね、本当に突然 LINE が来たの。夜22時半ぐらい。ここ読み上げるね。ここちゃん、僕ボス猫だよ。一番相性がいいのはね、最後の恋人なの。僕たち運命だねって来てびっくりして私口説かれてるって返したの。人間はボス猫を振り回すことはできない。だけど手なずけることはできるって。だから最後の恋人がボス猫を手なずけるんだって。そういう関係性です。子が多いとは。またこの番組来てくれるといいね。最後の恋人とボス猫が過ごすなんちゃらみたいな。いや、その細かいやつは彼女はやってないからわかんないけど。面白い。バラバラで。バラバラだったね。今日不在のお父さんは何だったのかも気になりますね。いいですよ、そんなに赤裸々にしなくて。そもそもローマ字なんですけど、最初が L か F で分かれてると思うんですけど、L が自分のペース派の人、F が相手に合わせたい人。次の C か A は C だと甘えたい、A だと甘えられたい。最後の恋人が FAPE です、R と P なんですけど、R が現実的に恋愛を考える人、P が情熱を重視する人、で O と E、O が自由で楽観的、E が真面目で誠実。はずいな。ただただはずいなこれ。でも合ってるって思いますか？合ってるんじゃないですかね。なんだろうな、生まれてからずっとそうなんだけど、縛られるのがとにかくダメで、なんか制限があるみたいな。お芝居の世界でもそうだけど、はい自由にどうぞって言われた方が自由の方が難しいはずなんだけど、はい自由なんだ一緒みたいな時があったりして、そうなんかこうそういうのがないほど楽で自分らしくいられるから、多分恋愛もそっちなんだけど、でも多分相手によってはまあ人それぞれ性格とか、好きなものとかさ全然違うじゃん。だから多分合わせられる方なんだとは思うけど、わからないです。なんかその客観的にそういう時の自分って見れないからさ、母親とちょっと似てるのかなって思ったりする。母親結構溜めてバーンってなるから。じゃあその場ではあんまり言えないタイプですか？言わないっつか顔に出る。はぁとかっていうのは言わない。多分すっごい嫌なことされたりしたら、多分へへっていつもやってんじゃん。多分顔がみたいに多分なると。それが積もってくるってことですね。多分私は言うんじゃないかな。どうしても納得いかないってなったら。わからない。でも皆さん MBT も、ラブタイプも把握されてると思うんです。最悪。霞のせいで全部公になってる。暴力が ENFP の最後の恋人です。解像度が上がったんじゃないですこちらまでご応募ください。相性の言い方ぜひご応募ください。
やだ、今後控えてるイベントで僕は相性いいですよとかっていう人いるかもぜひ相性いい人いたら挙手してくださいねやったことないって方はぜひ、なんか楽しい話のネタにもなったりするかもしれないんでやってみてください。ただただ恥ずかしい回でした。解散。またお会いしましょう。バイバイ。